サリューどうも。今回はパスタを作っていきます。その前にですね、私がいつも使ってる三つ星刃物さんのなごみシリーズからなんと骨付き包丁が9月の5日に発売されます。一応ですよ、一応デザインとか、仕様の部分ですね、そこにちょっと僕も関わらせていただいてます。骨好きなんでプロ用だとは思うんですけど、興味ある方いたらぜひ楽しみにしててください。さあ、ということで今回はトウモロコシのペペロンチーノを作っていきます。ペペロンチーノでありバター醤油コーンでありみたいな、ベースはペペロンチーノです。そこからちょっと味を変化させたパスタとして紹介していきます。ちょっとしたこだわりのね、美味しくなるポイントも紹介するんで、ぜひ最後まで見てってください。トウモロコシは水洗いしたら水分をしっかりと拭き取って、まず直火で炙っていきます。ここで香ばしさを出すのがすごく大切だと思ってて、トウモロコシの甘みってすごく、いい感じじゃないですか。ただね、それだけだとパスタにするには少し甘いかなと思って、ほろ苦い感じ、あと香りの部分ですね、香ばしい香り、これらがね、このパスタのポイントになってくると思うんですよね。あともうこの絵的に完璧じゃないですか。もうすでに食べる前から分かりますよね。調理段階でこれほど満足感を与えてくれる作業もないような気がするんですよね、なかなか。で、なるべくまんべんなく焼き色つけてください。そんな時間もかからないです。割とすぐ色づくんで、ここからは芯ごとカットします。こういう時にもね、骨付き包丁みたいな硬いもん専用の包丁が役に立ちますね。一応安全のため全体に切れ込みを入れて、あとはスパッと。俺もね、切れ味いいから綺麗に切れるんですよね。期待を裏切らない。そして芯から果肉を外していく作業です。3等分にしてあるんで、まっすぐ立てて座りを安定させて、このようにカットしていく方法でもいいですし、いやそれよりもね、寝かせてカットしたいっていう方はそういったやり方でもいいです。ただあまりね、芯の方ギリギリを追っかけすぎるとちょっと筋っぽい部分が多くなっちゃったりするんで、そこの加減は注意してください。そして今回の調理で大事なのはこの芯の部分です。ここで出汁を取ります。出汁取るんですけど、短時間でサクッと味を引き出したいんで、なるべく細かめにカットします。これがね、細かくないとやっぱ味を出すのに時間かかってしまいますから、そういう意味でもね、このカットは重要です。それで水を張って、ちょうどトウモロコシの芯が泳ぐぐらいですね。水を加えたら塩を2振りぐらい、あとほんの少しだけ甘さを促進させるための砂糖も1振り加えます。それで沸いたらアクをね、引いていきましょう。で、味とは言ってるんですけど、どちらかというと香りの部分ですね。がっつりとトウモロコシの香りが出てくる水としてこれは使っていきます。お店とかでトウモロコシの料理でこういった出汁取ることあるんですけど、その場合は水の代わりに鶏のブイヨンを加えます。なのでトウモロコシの香りがしっかりと移った鶏のブイヨンですね。それをさらにトウモロコシの調理に使っていくといった感じです。やっぱりね、トウモロコシの風味、芯にたくさんあるんで、それをねそのまま捨てちゃうのはちょっともったいないんで、気持ちに余裕があるときはトウモロコシの芯で出汁を取ることをおすすめします。何かとね使いやすいと思うんで。そしてニンニクはたっぷりと2個使います。お好みに応じて1かけとかでも全然大丈夫なんですけど、トウモロコシの甘さが前面に出過ぎないように、ニンニクの香味野菜の美味しさ、香りっていうのをねしっかりと強調させていく必要もあるのかなと思って2かけ使ってます。さあ、そしてトウモロコシの出汁ですね、20分ぐらい炊きました。仕上がりの量は毎回ちょっと変わると思うんですけど、今回は 300ml 前後です。さあ、こっからはねもう早いですよ。パスタの茹で汁用意しておきましょう。そしてフライパンにオリーブオイル大さじ1ぐらいですかね、1から 1.5 ぐらいで、ニンニク加えます。で、弱火でじっくりと香りを出して、でここで鷹の爪も種を抜いたもの1本加えます。鷹の爪のね香りもねまたいいアクセントになりますからね。ニンニクの香りがね出てきたら、このトウモロコシ加えます。フライパンでトウモロコシをね香ばしく炒めてもいいと思うんですけど、なるべく直火の方がね香りがねやっぱり
若干違う気がするんですよね、フライパンでやった時と。あと作業効率も比較的いいと思うんで、どっち選択してもいいんですけど、まずこういうやり方でやってみて、で次回は違うやり方みたいな方がいいかもしれないです。それで旨味を引き出すための一塩をしました。さあいい感じにね炒まってきたんで、醤油を大さじ1/2で、これでここでもね醤油を香ばしくフライパンで煮絡めていきます。鍋底にこんな感じで香ばしい旨味がこびりついてきたら、先ほどのトウモロコシの出汁を加えて、これをねこそげ落とします。そうするとちょっとねこう色がついた茶色い出汁のような感じになってくるんで、こうなってくるとねもうこの時点で結構美味しいと思います。醤油の香ばしさ、あとトウモロコシのね出汁の風味っていうのがね全面に出てきますから。あとは茹で上がったパスタを加えてさっと全体に合わせます。それでバター加えましょう。でまだこの段階で結構ねこの水分があるんで、このバターで強制的に乳化させていく感じです。これぐらいの水分量とバターの量だったら綺麗に乳化されると思います。もうここからは時間かけないでバターが溶けるまで合わせたら、熱いうちに器に盛り付けていきます。ドレッセですね。トウモロコシも余らないようにたっぷりと盛り付けてあげて、仕上げにはキレを出すための黒胡椒、チーズがお好きな方はパルミジャーノレジャーノ振りかけてもいいです。うまい。これはめちゃくちゃうまい。コーンの甘みと醤油の香ばしさ、あとバターがめちゃめちゃいいっすね。そこにベースになってるアリオオリオ、ニンニクとこの鷹の爪のピリ辛っとした感じがねたまらんな。コーンの上品さもありつつ、こうちょっとね子供の時に食べた屋台の醤油トウモロコシみたいなあれを彷彿とさせる感じがね、この絶妙なバランスがいいっすね。最初にコーン炙っといて正解だったな。このほろ苦さがずっと食べ飽きないポイントの一つかもしんない。最高だなこれマジ。最後の方にどうしても余ってしまうこのコーンたちがねまた後の楽しみでいいっすね。というわけでトウモロコシのパスタでした。季節感が楽しめると思うのでぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。